こんにちは、ABC ジャパンです。これから大学進学ガイダンス3回目を始めていきたいと思います。1回目は進路についてお話ししました。就職があるよね、進学があるよねという話でした。それで2回目は進学した時、大学、短大、専門学校、こういうところがあるよというお話で、今回は入試の方法、特に大学の入試の方法について紹介していきたいと思います。はい、まず基本をお伝えしたいんですけれども、1つ目は学部は大学に入る前に決めます。だから受験するときにどの学部もしくはどの学科に入学したいのか決めて、それで受験をする。で、基本2つ目は試験方法や問題は大学学部によって違うということです。なので入試要項と呼ばれる受験方法について書いてあるものがホームページや冊子、パンフレットとかあるんですけれども、それを見て確認してください。では、もう一個ですね。合格できなかったことを考えて、併願という言葉も知っていてほしいです。もしかしたら高校入試の時に聞いたかもしれませんが、第一志望に落ちた時のことも考えて、他の大学も受験することを併願と言います。はい。で、こんな風に考えることが多いんですね。3つくらい受験する人が多くて、チャレンジ校というのは第一志望、一番行きたい大学のことを言います。第一志望のことですね。で、実力相応校はこのまま勉強を続ければ合格できるだろうという第二志望のこと。で、安全校というのが今の実力で絶対に合格できる。それが第三志望。こんな風に、分けて併願をして受験する人が多いです。では、入試の方法、ざっくりお話ししていくと、まずは簡単にね、3つ種類があって、1つ目が一般選抜、学校推薦型選抜、最後3つ目、総合型選抜です。この3つ目、総合型選抜は、前は栄養入試とも呼ばれていました。じゃあ最初に一般選抜について紹介していきたいと思います。一般選抜は各テスト、筆記テストなんですけれども、これは基本的に大学ごとに試験問題が違います。学部ごともありますね。違います。ただ、日本中で同じ問題を解く試験もあって、これが共通テストというふうに呼ばれています。それに対して、大学学部によってバラバラだよという試験のことを独自問題もしくは個別試験というふうに呼んだりしています。これ2つまず覚えておいてください。で、共通テストはどういうものかというと、全国の日本中の受験生が受けるもので、国立もしくは公立、国公立大学や共通テスト利用という受験方法がこの後説明しますがあるんですけど、それを使う人が共通テストを受験します。いつかというと1月です。で、問題は全部同じ日に解きます。受験科目はそれぞれ違います。これについても後で説明するので、共通テストは日本中の生徒が同じ日に同じ問題を解くやつだなというふうに思ってくれれば OK です。はい。では、そういう基本的なことを知った上で、一般選抜、私立についてお話ししていきたいと思います。これいろいろ種類があるんですけれども、よくあるもの3つを紹介します。まず1つ目は学部別試験です。この試験は
学部によって問題が違う試験です。2つ目は全学部共通。その大学すべての学部が同じ問題の試験で、一番最初にね、大学は学部ごとに受験しますよと言いましたが、この試験方法だと同じ大学でいくつかの学部を受験することができるというふうなものもあったりします。で、最後紹介するのが共通テスト利用です。さっき言った共通テストを受けて、その点数で合否が決まる試験です。これのいいところなんですけれども、大学によってどんな問題を出すかっていうのが結構バラバラしています。もし共通テスト利用を使うと、そういう対策がいらなくなるので、負担が少ないから併願校として受験をする人が多いです。はい、他にもいろいろあるんですけれども、とりあえずこの3つ紹介しました。はい。で、基本は3教科ですね。私立は基本3教科。文系の人は外国語、国語、地歴公民、日本史、世界史、地理とかそういうものです。理系の人は外国語、数学、理科です。数学もね、数1、数2、数 A、数 B とかありますし、理科も物理、化学、生物、地学などいろいろあると思いますが、そういうのを学部とかによって変わってきます。で、分理系教科と呼んでいるものがあるんですけれども、外国語、国語は必ず。で、地歴公民か数学、その中からどれか1個という受験方法もありまして、それは例えば経済学部とか経営学部とかそういうところに多いかなという感じです。はい。基本は3教科と言いましたが、2教科とかもしくは4教科という入試方法もあります。いろいろ受験方法とかお話ししたんですけれども、私立大学に本当にいろんな入試方法がありますし、その名前も必ず同じではないので、大学のホームページを探してみたり、パンフレットを見て確認してください。わからないことがあったら先生に聞いてみましょう。っていうのが私立で、次は国公立についてお話ししていきます。具体的に試験方法について話す前に、ちょっとお伝えしたいのが、大学の国公立と高校の公立は違うよという話です。高校の時の公立は、住んでいるところにね、いろいろ高校があって、自分の学力に合った高校に入ることができました。ただ、大学の公立、国公立は学校の数が少ないです。だから、学力がとっても高くないと入ることができません。そういうことが違うというのを覚えておいてください。では、試験方法に行きたいと思います。国公立の試験方法は、最初の方に言った共通テストと、その後に個別学力検査、二次試験と呼ばれるものがあって、この2つを合わせた点数で合否が決まります。基本は5教科7科目です。文系、最初の共通テスト、文系理系問わず、この外国語、国語、数学、理科から2つ、社会から2つ。ということで7科目ですね。受験します。文系の人は二次試験では外国語、国語、地歴公民から2、3科目、もしくは小論文や面接というものです。理系は外国語、数学、理科から2、3科目、もしくは小論文や面接。これもね、大学によって違うので確認してもらいたいんですけれども、何がパッと見一緒なんですが、文系と理系はここが違います。はい。以上、一般選抜についてです。
国公立についてもう少しでもちょっと話したいなと思うんですが、私がね、高校生の時、定期試験、いつもたくさん試験やってたし、5教科7科目、そんなに大変じゃないよと思っていたんですけれども、実はこういう感じです。学校でそれぞれ試験がありますね。皆さん一つの試験にどれだけ勉強しますか？そしてそのテストで何点取れていますか？これが1年もしくは3年分集まったのが受験で使う試験です。それが7科目分というと本当にたくさん勉強しなければいけませんし、なんとなくわかるでは足りません。全部しっかり答えられるよというレベルにしなければいけないので、合格するために勉強することがとても大変です。ということを私は伝えようと思っています。はい。続いて、学校推薦型選抜です。どういうものかというと、高校から優秀な生徒として推薦してもらって受験する方法です。この生徒はとてもいい生徒ですよ。とても頑張ってますよ。勉強できますよ。と大学に言ってもらうんですね。で、一般選抜のような難しい入試問題はありませんが、志望理由書などを書かなくてはいけなかったり、1年生からの成績や出欠、欠席日数、遅刻日数、それからどういうことをしてきたか、部活、行事、ボランティアなど、そういう活動を見られます。で、学校推薦型選抜は2種類あります。指定校制と公募制です。はい。指定校制というのは、大学が A 高校から2人、C 高校から3人推薦してくださいと高校に伝えます。で、A 高校からそれ以外の高校は募集してませんよと言います。で、A 高校から2人、C 高校から3人受験することができます。はい、それ以外の例えば B 高校や D 高校は受験ができません。一方、公募制は大学が高校はどこでもいいです。例えば成績が4以上の生徒を5人募集していますと言ったら、いろんな高校の生徒から入りたいと受験をしていくという選抜方法です。ちょっと簡単に何が違うかというと、指定校制は高校に募集が来ていないとこの方法では受験できないのに対し、公募制はどの高校でも受験ができるよというものです。はい。で、試験方法は自己 PR 書、小論文、それから面接などがあります。プレゼンテーションがあるところもあります。この試験方法は大学学部ごとに違うので、さっきもお話ししました試験要項をチェックしてください。なんかざっくりとこういう方法なんだなと思っていただければここでは OK です。続いて総合型選抜です。昔は栄養入試と呼ばれていたものです。総合型選抜は大学が求める学生像、アドミッションポリシーと言いますが、このアドミッションポリシーに合っているのかどうかというのを試験する選抜方法です。で、この試験方法なんですけれども、自己 PR 書、小論文、それから面接、プレゼンがあるところもあるよと、さっきとね、見覚えがあるかと思いますが、はい、試験方法はだいたい一緒かなと思います。じゃあ何が違うのっていうと、評価するポイントが違うんですね。学校推薦型選抜は高校での成績、努力を評価する。大学がね、なるほどこういう子か
と評価する。総合型は大学が求める学生像、さっきアドミッションポリシーと言いましたが、それに合っているのか、この子は大学でどれだけやる気があるのかというところを評価する、そういう違いがあります。で、なんか一般選抜はこう各テストというイメージがあると思いますが、学校推薦型総合型はじゃあどういうふうに準備していくのかなっていうのを少し絵にしてみました。まず行きたい大学を決めますね。その大学の募集要項を見ると、こういう人です。成績とかいろいろ書いてあります。それがすべて OK となったら、よし、受験ができるというふうになります。次のステップは、じゃあどういう試験があるんだろうというのを確認しますね。そうするといろいろ書かなきゃいけない、話さなきゃいけないというふうになるので、一人では難しいから周りに相談します。もちろん先生でもいいし、自己 PR 書、自分のいいところも書く紙がありますが、友達に聞いてもいいし、親に聞いてもいいし、いろんな人に話しながら作っていきます。他にも行きたいと思った時以上にホームページやパンフレットを見て、あ、そう、私こういうことやりたいなっていう気持ちもいろいろ考えて、それを紙に書きます。ただ、これは1回では終わりません。書いたらまず先生に見てもらいましょう。そうすると先生はきっとこんな風にいろいろ直してくれると思います。そしたら直したものまた、先生できました。店に行くとまた赤くなって戻ってきて、また先生にお願いしてという風に、いろんな人に相談していろんな情報を見て書いて直してという風にやっていきます。だから悩んで書いて直して書いて、そしてそれだけでは終わりません。面接練習というのもしていくかと思いますので、想像以上に大変な試験です。それともう一つ忘れてはいけないのが、皆さんがこうやって何を書こうかって悩んでる間に、一般選抜の人はどんどん問題を解いて勉強を進めています。だからそうやってる間にも学力に差がついてくるというのも忘れてはいけないポイントかなと思います。大変なんですけれども、これは皆さんが大学に行くチャンスを広げる受験方法でもあります。ですから少しでも興味を持った、私こういうふうにやってみたいと思うのであれば、もしくは一般選抜勉強だけじゃ不安だな、こういう試験方法もやってみたいなと思うのであれば、これは一人では難しい受験方法ですので、先生とたくさんお話しして相談して受験してほしいなと思っています。はい、ちょっと長くなりましたがまとめです。入試方法は3つありました。1つ目は筆記各テストの一般選抜。2つ目は高校が生徒を推薦、いい人ですよって、高校が大学に推薦する学校推薦型選抜。そして最後、入学後のやる気を伝える総合型選抜の3つでした。で、それぞれのポイントは、一般選抜は、私立はいろんな方法があるよねということと、国公立は5教科7科目たくさん勉強が必要ということ。学校推薦型選抜は2種類あって、指定校と公募制。そして最後、総合型選抜はアドミッションポリシーに合っているかどうかということが評価になる。それがポイントでした。以上、入試方法の紹介でした。聞いてくれてありがとうございます。次は、志望校の決め方についてお話ししていきたいと思います。これも結構ポイントがたくさんあるので、ぜひ聞いてみてください。質問があればこちらにメールをどうぞ。では、さよなら。